難病で一度は夢を諦めた僕の再起をかけた海外リベンジロードマップ。皆さんお久しぶりです。ヤマトです。投稿が滞ってしまい申し訳ありません。今回は皆さんに一つ宣言したいことがあってこの動画を撮っています。海外経験ゼロ、そして持病の潰瘍性大腸炎を患った状態でドイツに進学した3年前、そして2年間の欧州生活を経て残念ながら持病の悪化を受け日本に帰国している僕ですが、この度ずっと夢だったアメリカに留学します。今回の動画では一度は体調を原因に挫折しドイツから強制帰国を経験した僕がこの長い休学生活をかけてようやく見つけられた新しい次の目標、そしてその目標を達成するためのロードマップについて皆さんにシェアできたらなと思います。もしちょっとでも興味があるよという方はぜひこのまま動画を見てくれると嬉しいです。本題に入る前に僕のことをよく知らない方もいると思うので端的に自己紹介させていただきます。改めまして皆さんこんにちは、ヤマトと言います。今からもう5年前ぐらいの高校2年生の時に潰瘍性大腸炎というね、安倍元首相や陸上短距離の桐生選手なんかが患っている腸の難病にかかり、そこから自分の人生を見つめ直して海外進学を決意し、高校卒業後にドイツの大学に現役合格することができました。そこから2年間はポーランドと国境を接する小さな町で文化社会学を英語で専攻していました。しかし残念ながら去年2025年の9月に病状の悪化を受けて一時帰国、そして休学生活を決意し、現在は、静岡の実家で療養をしながら自分のできることを少しずつやっている状態です。もう休学生活も10ヶ月目に入るんですけど、この9ヶ月間っていうのは本当に葛藤、無気力、体調の乱高下に苦しんだいろんなことを経験した時期でした。不安定な体調に伴ってメンタルが病んだことも1回や2回ではなかったし、ずっと長い間自分が次何がやりたいのか、そもそもやりたいことが見つかったとしてもそれが今の自分にできるのか、そもそもドイツ、海外にもう一回戻りたいのか、そういったことがどんどんわからなくなる時もありました。そんな状態で過ごしていた僕も周囲の支えもあって最近は体調、メンタルともに回復安定傾向にあり、ようやく次の目標に動き出せるようになってきました。留学中はドイツやヨーロッパでの旅行、そして大学生活の Vlog なんかを中心に発信していた僕ですが、これからは再起をかけた海外リベンジロードマップというものを軸に再び海外へ挑戦することを目標にゴールから逆算して一歩一歩地道に進んでいく過程、葛藤というのを皆さんに発信できたらなと思います。ロードマップ、つまり方法に移る前にまずは目標、つまりなぜアメリカ留学なのかという点についてまずは語っていきたいと思います。それは単純に子供の頃から憧れていて、きっとこれからも憧れ続ける夢だからです。僕は視聴者の皆さんと同じように幼少期からアニメーションやヒーロー映画、そして洋楽といったアメリカの文化に多大な影響を受けて育ってきました。そして中学生の時にはアメリカでかっこいい英語を話せる人になりたいという目標から本格的に英語勉強を始めました。結局海外での進学先を探す際には金銭的な理由と、あとは自分の体調とアメリカの医療制度の兼ね合いなんかも考えてアメリカに行くという夢を諦め、新たな選択肢としてドイツに進学した僕ですが、やっぱり映画を見れば音楽を聴けばアメリカに行きたいという気持ちはどうしても薄れませんでした。だから今回の目標はアメリカ留学に決めました。では次にどう行くか。現在も休学しながら在籍している母校ベアドリーナ欧州大学の交換留学制度を活用して低傾向の中から行こうと思っています。2026年の年末に出願して最速で2027年の秋学期8月頃からの留学を当初の目標として掲げたいと思います。こんな感じで最終地点が明確になったところで早速ロードマップに移っていきたいと思います。今回のロードマップ作成にあたっては目標達成のセオリーにのっとってゴールを明確化して次に自分の現在地点を把握、そしてそこから逆算する形で道のりっていうのを考えました。目標は2027年の秋からアメリカに留学すること。現在地点は具体的には体調がまだ不安定で完全に安定したといえる寛解期には入っていないような状態。留学資金のための貯金はほぼゼロで、この9ヶ月間数えるほどしか英語に触れていないので語学習慣、英語力みたいなものも低下しています。さらにはドイツ出願時に取得した TOEFL も現在期限切れなので出願資格という意味でも TOEFL を取り直す必要がありますというのが僕の現在の状況になります。ということでシンプルに言ったらゴールに必要なことを一個一個やっていくだけのロードマップにはなるんですが、現在の僕の海外生活から離れてね、実家での療養生活を送っている段階からしたらなかなか厳しい道のりになるんじゃないかなと思います。それも踏まえてロードマップ紹介させていただきます。
ということで早速難病の療養のために現在帰国している僕が海外へ再び挑戦するための海外リベンジロードマップ、こちらについて説明していこうと思います。このね、ロードマップの最終目標である海外留学生活再挑戦というのを目指すには4つの柱を達成する必要があります。その4つの柱が丈夫な体、軍資金、そして経済的自立、語学力、最後に渡航準備となります。一つ一つ簡単に説明をしていこうかなと思います。まず軍資金。これは簡単に言ったら貯金ですね。アメリカで1学期間生活するための貯金、そしてビザや航空券を取るための貯金のことを指します。そして貯金に付随する経済的自立に関してなんですけど、僕ずっとドイツの大学にいる間にベルリンのラーメン屋さんでバイトをしていたんですね。その時からずっと自分のこの SNS の発信活動を通して何か仕事ができないかなということを考えてはいたんですけど、なかなかそれが達成することが留学中にはできませんでした。単純な貯金に加えて編集であったり SNS の代行、そして自分の留学出願が落ち着いたぐらいのタイミングで自分のノウハウをより多くの人に還元できるような留学コンサルのサービスなんかを現在は検討しています。体調であったりとか場所、時間にとらわれない働き方っていうのを2027年秋までの休学期間で模索して形にしていきたいと思っています。2つ目が語学力。出願するためにはアメリカの大学の場合、セファールでいうところの B2 レベルの英語力が必要になります。ドイツに最初に出願した時は TOEFL で93点、B2 の中でも高いぐらいの得点を取って出願することができたんですけど、先ほども言った通り TOEFL が現在期限切れになっているので、再びアメリカへ出願できるレベルの英語力、そして最終的にはアメリカで不自由なく生活できるレベルの120点中100点を目標に英語を勉強していきたいと思います。留学に詳しくない方に簡単に説明すると、TOEFL 100点あればアメリカのトップのレベルの大学にも大体出願できるよっていう感じの英語力になってます。やっぱりこの期間でね、語学を勉強する習慣っていうのがどうしてもなくて、自分自身英語力の低下をやっぱ感じることもあります。英語習慣を回復するところから始めて TOEFL の下準備、最低でも2時間集中できるようになって、かつ自分の英語運用感覚っていうのをある程度回復した状態で過去問を解いて、あとは、4技能の訓練をしたり、発音、語彙のスキルを高めていって、最終的には TOEFL 100点を目指して頑張っていきたいと思います。で、3つ目がこの丈夫な体なんですけど、これが今回の一番の肝になるかなと思います。僕の持病である潰瘍性大腸炎は、明確な原因であったりとか、明確な完治方法っていうのが分かっていない国の指定難病になります。ストレスであったりとか、それに付随する自律神経の乱れ、あとは暴飲暴食なんかが原因で腸の粘膜が炎症してしまって、その結果下痢であったり血便、さらには腸管外合併症といってお腹の範囲を超えた不調が、体に現れるというものになっています。あんまり今まで自分の病気について話したこともなかったんですけど、今回はね、このバランス感覚を取りながら、自分の、闘病という側面についても、皆さんに簡単にシェアしていけたらなと思ってます。最終目標は寛解安定期ということで、長時間フライトにも耐えられるし、海外での慣れない生活でも自炊や家事、身の回りのことが自分でできる。さらには当たり前ですけど、大学生活、講義であったり友達との時間、そして SNS の活動っていうのを両立できるレベルの体力、体調にまで戻すというのが、具体的な目標になります。やっぱり今冷静に考えたら相当ドイツにいた時って無理してたし、単純にその自分の調子が常に悪い状態で、かつ自分の慣れない環境で生活してたっていうのがとてもやっぱり負担にはなっていてですね、どうしても最低限生き抜くことが自分の中での一個の限界で、毎日毎日健康な生活を送るっていうことがなかなかできなかったので、今回は特にこの丈夫な体、体調については万全の状態に戻してアメリカに留学したいと思ってます。現在自分ができることとしては Notion というね、メモアプリを使って自分の体調、食べたもの、睡眠時間なんかを記録して自分の体の傾向を少しずつ知っていくっていうことをしています。で、今まではやっぱり留学とか英語勉強に関する投稿だけだったんですけど、 SNS で発信している中で自分も体調に不安があって留学いろいろ迷ってますみたいな方もいるので、海外でね、そういう自分が慣れない土地でも安定していくためにはどうしたらいいのかっていうのを自分の1回目の挫折の経験、失敗の経験なんかも活かしながら皆さんにシェアできたらなと思います。そして最後に紹介するのが渡航準備ですね。
これは単純なことで、出願校を選んで、出願資格、出願書類を準備して、留学申請して、あれやこれや奨学金であったり、ビザを申請し、チケットも取って、現地の情報もリサーチして、渡航完了、アメリカに到着するというところまでが、目標になってます。ということでこんな感じでざーっと次の目標とそれを達成するまでのロードマップを皆さんに紹介させていただいたんですけど、やっぱり怖いです。はい。達成できるかなっていうのももちろんだし、自分の体調ってやっぱりコントロールできない部分があって、どれだけ食事に気をつけていても、ふとした、歪みをきっかけに体調がガクンとね、下がってしまうこともあるので、もし明日からまたこういう発信活動ができないくらい体調を崩したらどうなるんだろうとか、やっぱり不安には正直なってます。あとは自分のやっぱ性格的にも途中で目標が変わるんじゃないかとか、継続して発信し続けていくっていうことが本当に自分できるんだろうかっていうのは、今でもね、こうやってカメラの前で喋ってる今でもとても不安なんですけど、それでも、今回のチャレンジは僕の人生を変える上で、やっぱり避けては通れない道だと思っているので、挫折、葛藤みたいなものも含めて一つのコンテンツ、一つの記録として皆さんに僕が夢を叶えるまでのこの道のりっていうのもぜひ見ていただければなと思います。とは言いつつ、やっぱりワクワクしてる部分も自分の中ではあって、ドイツでの最後の1週間を Vlog にした動画で、僕の第1部ともいえるヤマトインジャーマニーが、一度終わって、大学生活に一度区切りをつけて、そこから9ヶ月間ね、休学生活を送って、ようやく次の第2部、海外リベンジロードマップ編へ、動き出せるっていうのが自分の中ではとてもワクワクもしています。あと完全に余談なんですけど、このロードマップは最近アニメで見返してるドクターストーンにめちゃくちゃ影響を受けて作りました。こういうの考えるのもめちゃくちゃ好きなんで、割とロードマップ作るの楽しかったです。この動画から始まる第2部海外リベンジロードマップ編も皆さんに楽しんでいただけるように全力で頑張っていきたいと思います。ぜひ高評価、チャンネル登録、そしてインスタグラムのフォローもよろしくお願いします。それではまた。